どうも作曲家のトイドラです。今回は日本の国歌である君が代を分析してみようと思います。当然皆さん知ってる曲ですよね。実はこの君が代という歌なんですけれど、他の国の国歌と比べて全く他に類を見ないすごくユニークな点があります。そしてそのユニークな点のせいで、実はかなりクソ曲なんですね。あんまり皆さん気にしないで歌ってると思うんですけど、この曲実は相当クソ曲なんですね。なんでそんなことになってしまったのか、そして正しく作り変えたらどういう曲になるのかというのを今回の動画では説明していきます。それでは曲の分析の方に入っていきましょう。まず冒頭ですね。はい、この最初の部分、和音がついてません。メロディーだけ。これなんでこうなってるんでしょうね。かっこいいからこうしたんでしょうかね。実はちゃんと理由があってこうなってるんですけれども、理由が非常に情けないんですね。後々説明します。で、ここから和音がついていきますね。こう進んでいきますね。この部分は普通ですね。メロディーの一つ一つの音に対して和音が付けられる。コラールの形で和音がついていますね。で、このヤッチーオニのとこおしゃれですね。こういう風に、5調の5を、そして5という風に進んでいくんですけれども、5の和音に行ったのに、その次1の和音に行かないんですね。2の和音に行っちゃうと。メロディーラインがね、1の和音の音じゃないですから、仕方なくこう言ってるんですけれども、5から2に行っちゃダメだろうというふうに思うわけです。ただ一応ここは、なんか反復進行ですね。5調の5、5、3調の5、3という風にして、反復進行をさせることによって、なんとかセーフな感じにはしてるんですけど、それにしても結構無茶なことをしているというのは事実です。なんでこんなことになってしまったのか。全部後で話していきます。さあ、そして、2の和音から3の和音に行くんですね。あんまり見ないコード進行です。で、3の和音からなんと1の和音に行っちゃうんですね。あんまりやらないコード進行ですよね。そもそもクラシック音楽に3の和音って出てこないんですよ。で、3、1の直行というコード進行、これはやらないんですけれども、ここでは行われています。結構仕方なく行われてるんですね。で、この後。はい、このように、4、2と進んだら次何が来るか。こうですよね。4、2と来たら5、1と進むのが原則です。ただここで何が来てるかというと、4、2、6になってますよね。これはどういうことなんでしょうか。4、2、6なんていうコード進行はないはずです。そもそも2の和音から6の和音に行くというのはクラシックでは例外的ですよね。しかもここ。これ明らかに2の和音に解決しちゃってますよね。この2の和音が鳴った瞬間になんか落ち着いた感じがするなっていう感覚になってしまうんですけれども、2の和音、これ全然落ち着くはずの和音じゃないんですよね。この調は C メジャーのはずですから、1の和音、C の和音に落ち着くはずなんですけれども、ここではなぜか D マイナーになんか落ち着く感じが出てしまってます。で、和音が26、26と、なぜか2と6を繰り返すと。結構頑張ってますね。なんか何事もなかったかのようにここで1の和音にね、解決してますよね。さっきの2の和音に解決したのは何だったのっていう感じがします。で、ここで、5の和音に来たぞと。やった5の和音だ。じゃあ次は1だなと思うわけですよね。なんと4の和音に行っちゃうんですね。これは突っ込みどころ満載ですね。5から4には行っちゃいけないはずですよね。弱進行というコード進行になってて、これはルール違反です。なんでここで5から4に行ってしまったのか。これ実は消去法的に4に行くしかなかったんですね。メロディーラインの動きを考えると、5から6の和音に行くという手段もあるんですけれども、これが不可能なんですね。ソプラノとバスの間で平達8度という音大線ならわかると思うんですけれども、ルール違反が生じてしまうんですね。なので、消去法的に4の和音に進むしかなかったと。そして、ここで、4、2ときましたね。じゃあ、5、1ですよね。で、ここで、4、2ときて5に行くのかと思ったら、なんとまた6に行っちゃうんですね。なんでさっきもありましたよね。
で、6、2とまたなんか6と2を繰り返して、どうなるんだろう終わりと。ここで終わっちゃうんですよね。しかも、冒頭部分と同じように、終わりの部分はなんか和音がついていません。メロディーの終わりは D の音で終わりますよね。この曲、C メジャーじゃないの ?8 丁調じゃないのと。なんで D で終わるんだっていう、もう突っ込みどころしかないですよね。ざっと眺めるだけで、忘れ付けを放棄した冒頭と終わりの部分。そして、いろんなところに見られる無茶なコード進行ですね。ここには弱進行すらも発生していると。なんでこんなことになってしまったんでしょうか。その理由は、実は君が代が西洋音楽では全くないという理由によるんですね。この音楽は日本音楽で西洋音楽ではないんですよ。基本的に国歌っていうのはどこの国の国歌でも西洋音楽として作曲されてるんですけれども、この君が代という日本国歌は日本音楽として作曲されてるんですね。詳しく説明していきましょう。さあ、こちら君が代のメロディーラインになります。まずはじめに言っておかなきゃいけないんですけれども、この曲、実は C メジャーではありません。君が代という曲は日本国政府が明治時代に国歌を作らなきゃいけないということになって、はじめ雅楽として日本古来の音楽として作曲されたんですね。そのメロディーラインをドイツ人作曲家のエッケルトという人に渡して編曲を頼んだわけです。で、エッケルトは大変びっくりしたでしょうね。この曲は一体どうやって解釈したらいいんだと。C メジャーじゃないのかと。多分エッケルトも思ったんだと思います。結論から言うと、この曲、D の音から始まる一骨調という日本古来の音階で書かれてるんですね。まず、はじめの部分。これ見てわかる通り、どう考えてもこれ D の音が中心になってますよね。D から始まり D に終わる。で、よくよく考えれば、曲の終わりの部分も D で終わってます。この曲の主音、中心になる音は実は D なんですね。エッケルトはこの D から始まるメロディーを無理やり波長調に C から始まるスケールで置き換えて作曲したんですね。で、じゃあこのスケールって一体何なんだと。一骨調ってなんだよと。これを説明していこうと思うんですけれども、まず D の一骨調の音はこちらですね。これが上に上がっていく時の音階。そして下がっていく時はこうです。このようにメロディーラインが上っていく時と降りていく時で音が変わるんですね。ただこれ、響きを聞いてもらえればわかる通り、これペンタトニックですね。で、加工する時もそうです。これペンタトニックなんですね。5音音階というやつです。日本の古来の旋律、これはペンタトニックで作られているんですね。そして、日本古来の音階には特徴がもう一つありまして、なんと中心音が2つあるんですね。これは小山清重という研究家による研究成果なんですけれども、日本の音階には第一角音と第二角音というものがあって、どちらも中心音として機能すると。つまり主音が2つあるんですね。この D 一骨調という調。中心音は、こことここの2つ。この2つの音のいずれかにメロディーが収束していくという構造になっています。D と A ですね。D と A。C の音はそもそも主音でも何でもない音なんですね。で、そのことを念頭に置いてメロディーラインを見てみますと、確かにこの×で示した第一角音、そしてこの×に丸で示した第二角音、どちらかにフレーズの終わりにはメロディーが収束しています。このフレーズの終わりがこの二重線で示してあるんですけれども、はい。はじめは第一角音から始まり第一角音で終わるメロディーですね。で、その後、ここでは第二角音にメロディーが収束していますね。で、その後は第一角音。で、ここでも第一角音ですね。で、ここでは第一角音にやっぱり終わるんですけども、第二角音から始まってますね。最後の部分は、ここで一旦第二角音に降りてきた後で、第一角音に向かって降りていくと。明らかに D と A を中心としたメロディーラインなんですね。さあ、改めてそのことを知った上でこの楽譜見てみるとかなり、悩んだんだろうなってことがわかりますよね。エッケルトもエッケルトなりに悩んだんでしょうね。で、悩んだ結果、これどう考えても和音つけられないじゃんと思って諦めたので、最初と最後の部分には和音がついてないんですね。
なんか結果的にかっこよくて受け入れられちゃってますけども、これ相当無茶なことしてますよね。こんな国歌作ってくださいって頼んだのに、無理じゃん、和音つけられないじゃんってなって、完全に放棄ですね。これで良かったんですかね。よく日本国政府は OK しましたね、これで。で、かなり無茶したコード進行がいろんなところに見られるのも、旋律が初めから決まっていたからなんですね。そもそも日本の伝統的な旋律だったわけです。で、それを西洋音楽としてコラールとして作曲しようとしたために、無理なことになってしまったんですね。結構愚かじゃないですか？で、そんな愚かなエッケルトに代わって、今回僕がちょっと編曲をしてみました。先ほど話した小山清重という研究家なんですけれども、日本音楽について研究して、日本の音階で和声をつける、コード進行を作るという研究を本にしています。僕その本を読んだので、今回は小山清重のルールにのっとって、D 一骨調による君が代の編曲をしてみました。聞いてみてください。どうでしょう？なんかこっちの方がちゃんと日本音楽として聞こえますよね。まあ、エッケルと編曲版は一応西洋音楽っぽく仕上がってるから、まあそれはそれでかっこいいんですけど、それにしても冒頭と最後の部分、和音をつけるのを放棄するのはやりすぎですね。早急に編曲し直した方がいいと思いますね、本当に。さあ、今回はそういうわけでちょっと一風変わった国歌を分析してみたわけなんですけれども、もしよろしければチャンネル登録、高評価等よろしくお願いします。では、ありがとうございました。